LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. LA Morning Part 2. Good morning, Los Angeles. The time is 10:10 a.m. Wednesday morning on April 28th, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Sam, your VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphones and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com, or find the radio player by clicking the right-hand column of the page. You can watch us live on YouTube and searching us by typing the keywords TJ Space Radio and find today's date followed by LA Morning Part 2. YouTube have its own live chat function, so please send your messages and requests using this live chat function, or you can also send your messages and requests accessing our website top page request form, or you can email us to radio@tjsla.com. So, allow to me introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Good morning! おはようございます。疲れました。この1時間の間にどれだけのことが行われていたかっていう感じなんですけど。そうなんです。LA モーニングの時にですね、実は、まあこれインターネットラジオだから全然言っちゃっていいと思うんですけど、はい、いつも放送しているね、時に使うメインの PC があるんですけど、それが放送の20分ぐらい前でしたっけに、あと1時間で、要は勝手にアップデートするよっていうのが出て、それが今するって話になって、で、まあまあ20分あるからじゃあ今した方がいいかもねって話になって、したらですね、大変大きな、アップデートだったようで、実はまだ終わってないんです。2時間半か。はい、2時間半経ってもまだ終わってないんですね、このアップデートが。で、じゃあっていうことで、まあ、実は1個、なんだろう、サブでですね、システムを組んであったつもりだったんですね、これ。で、じゃあそっちから放送しようと言ったら、FM の方は、まあこのエマージェンシー用の方で放送ができたわけです。ただ、インターネットラジオの方はですね、ちょっとシステムが違ってたんですね。そうなんですよね。マイクを拾わなかった。そう、マイクを拾わないで、そのパソコン内にある BGM、CM 等だけは流れたいという状況が起こって、で、これじゃいかんということでですね、LA モーニングパート2の前に直そうと、いうことになりまして、はい。そしてですね、まあ、なんとか直ったっちゃ直ったんですけど、インターネットラジオの音をお聞きの方はですね、お分かりかと思うんですけど、非常に音が悪い。これサウンドカードのせいですよね、多分ね。そうなんですよ。はい。まあもちろん明日になればですね、今何%までいってますか？ 71。はい。朝7時40分から始めて、まだアップデートが 71% というこの状況なんですけどね。まあもちろん大丈夫だとは思うんですけど、はい。そうなんですよね。PC のアップデート早めにね、できることはできても、遅らせてきたんですよね、ずっと。そしたら、いい加減にしろと。そう。なって、もうあと1時間になったら、勝手にするぞっていう。ものすごいこう、Google さんからですね、上から来られた感じが今日はしましたけどね。はい。そうなんです。はい。で、無事放送がスタートしたということなんですけどね。そうなんですよ。で、
YouTube ライブも今お送りしています。タゴ作西安さん。はい。なんとかできました。チャオちゃんもありがとう。復活できました。そうなんですよね。背脂が燃えましたね、この間にね。ニューヨークまた行きたいさん、ありがとうございます。そしてジャムキングさん、日本からありがとうございます。すいません。すいませんね、本当に。で、まんじまるさん、ありがとうございます。そうね、カメラの角度が少し変わった。確かにちょっと上向いてるかな。そう、はい。まあ、ちゃったんで。まあいいです、全然。映ってんで。はい。そうなんですよ。3時間でね、2時間半で 70% ってどうなのこれっていう話なんですけどね。はい。まあそんな中、今日もですね、はい進めていきたいと思います。はい。はい。今日はですね、あと20分ぐらいしたらですね、かわいい。はい。女性のゲストのインタビューをお送りいたします。そうですね。シンガーソングライターと、あとなんだっけ、ゴトソンゴトソン歌手。歌手でもありますね。はい。ゴトソンって知ってました？ラジオの前のあなた。ガッツン。はい。ガッツさん。神様の息子じゃないですよ。ガッツさんのね。はい。ご当地ソングシンガー、タオンちゃん。という方。はい。タオン、T-A-O-N。T-A-O-N で、調べてもらうと、可愛らしい女の子の写真が出てきますんで、はい。それぜひ見ながらですね、声を聞いていただければということでございます。はい。さあ、そしてね、もちろん、ラジオの前のあなたからのですね、メールもお待ちしております。で、例えばね、和製英語ってどうなのっていうね、メールもお待ちしております。もうすでにね、今日届いてるんですけどね。はい。例えば、日本語でコンプレックスって使いますよね。コンプレックス使います。日本語だとね。はい。いやー、僕はね、背脂がコンプレックスなんだよ。とかね。そういうのあるじゃないですか。いや、もう僕の膝がね、弱いのがね、僕はコンプレックスなんだよ。とかね。うん。ただ、じゃあ、英語では、コンプレックスはそのままコンプレックスでいいのっていう話。ね、さあ、英語ではどういう意味になるでしょう、はい、そんなのもね、ぜひ意見をお待ちしております。さあ、では天気いきましょうか。そうですね。ちょっと1時間前になっちゃいますけども、じゃあ天気いきましょう。はい。Okay, for the weather for the April 28th. Okay, so back in today's 9:10 a.m., the Orange Area County, we were going to expect 63 degrees Fahrenheit and 17 degrees centigrade. Orange County will be 61 degrees Fahrenheit or 16 degrees centigrade. So expected high temperature for Los Angeles County is 83 degrees Fahrenheit or 28 degrees centigrade. And then Orange County is 76 degrees and 24 degrees centigrade. Sunset time this morning was for Los Angeles 6:06 a.m. and Orange County was 6:05 a.m. Sunset time for Los Angeles County is 7:34 p.m. and Orange County is 7:22 p.m. さあ、今日の天気、よく晴れています。オレンジカウンティ、LA カウンティともに今日は晴れ。今日の予想最高気温はダウンタウンで華氏83度、摂氏28度。あったかいですね。そしてオレンジカウンティ、こちらアーバインですが、華氏76度、摂氏24度という予想が出ています。今日の日の入りの時刻は午後7時34分、そしてオレンジカウンティは午後7時32分です。ちなみに、僕発音がよくわからないんですけど、はい。C ですね。F はファーレンハイト。はい。ってのはすぐわかるんですけど、はい。C をゆっくり発音してもらっていいですか？センティグレイ。センティグレイ。センティグレイ。はい。これ意外とね、さっと聞くと、はってなるんですよね。センティグレイ。そうですね。メトリックシステムなんで、センチはセンティメーター。センティメーターですよね。で、質の C はセンティグレイ。センディグリーですよね。はい。センティグリー。センティグリーでございます。はい、ございます。はい。さあ、ということで、今日もですね、はい、この後、お付き合いをよろしくお願いいたします。はい、では、ニュースいきましょう。Time for the news. Okay, TJ's Newsline.China spokesman attacks Falk for utilizing ukiyo-e to warp Fukushima's water.
So, spokesman for the China's overseas ministry has criticized Japanese artist Katsushika Hokusai. So, they're utilizing the partly picture of ukiyo-e portrait to take a name on the choice to launch the handle radioactive water at Japan's Fukushima energy plant. On Monday, Zhao Linjia gave an image of a favorite 36th view of the Mount Fuji sequence of the Twitter account to the Japanese authorities officers through the Edo interview of 1603 and 1868 portrait by the ukiyo-e graphs. Often called the surname of the Beijing's hardline diplomats, Zhao mentioned with the image, if unique other author, the Katsushika Hokusai, continues to be alive at the present, she might be very involved about the hashtag JN nuclear water. Japan's overseas ministry has logged a protest of the China over Zhao put that insult the Japan's tradition, whereas asking for the removing the source adequate to the master mentioned. However, the image might be seen online till Tuesday night. さあ、これはね、中国外務省の張立憲報道官がツイッターで日本政府の東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出方針を揶揄するような投稿をしていたことが分かって外務省は27日外交ルートを通じて抗議しました。で、茂木外務大臣がですね、同じ日の記者会見で厳重に抗議して削除を求めていると述べたんですね。張立憲氏はですね、自身のツイッターで中国のイラストレーターが葛飾北斎の浮世絵、富岳36景神奈川沖のですね、ものを、モチーフに、富士山を原発に控えて防護服を着た人が、船からバケツで液体を海に流すなどの姿を描いた画像を掲載したんですね。で、その上で北斎が生きていたら非常に心配しているなどと書き込んだんです。画像では雲が十字架の形をしていたり、波のね、形が、ちょっと骸骨のような感じになって、あれはひどいですよね。でね、これ最新のは先ほど出てて、この、日本が抗議したじゃないですか。はい。そしたらですね、中国はですね、取り消さないって言ったんですよね。はい。いや、これは、張立憲さんが、これを引き下げるつもりはないと。どういうつもりなんでしょうね。はい。富岳36景、浮世絵はそういうことをしちゃいかんと。そう、せっかくね。あれはもう芸術作品じゃないですか。それをこう変えるっていうのはどうなのかなというふうに個人的には思いますね。さあ、続いて次のニュースいきましょう。Okay, news 2. So, Western Japanese foils in the dinosaur species. So, Japan scientists have classified the fossil bone of the dinosaur found on an island in the Western Japan as a new species. The remains of the discovered by the amateur fossil collector Kishimoto Shingo on the island of Awaji in Hyogo Prefecture in 2004. They were found in the layer of the soil dating in the late Cretaceous era, or the about 72 million ago. A group led by the Professor Kobayashi Yoshitsugu of the Hokkaido University Museum conducted an analysis and determined that the fossil belongs to a Hadrus and then duck-billed but herbivorous dinosaur. It is the first of the particular kind of discovered. The dinosaur is estimated to have measured up to 8 meters long, weighed about between 4 and 6 tons. Dinosaur was given the scientific name of Yamatosaurus izanagai. And then, so Inazaga'i is a deity that appears in Japanese myth closely connected to the island. So Kishimoto said he is grateful that the dinosaur has a name that lets people know it's belonging to Awaji. So Professor Kobayashi said he will study further to find out the details of the environment impact on the evolution of a dinosaur. The initial finding was being published by the British Science Journal and Scientific Reports Fossil. The fossil expected to be expedited on the museum in the prefecture of mid-May. さあ、昨日もね、少しだけニュースになっておりましたけど、兵庫県の淡路島でおよそ7200万年前の地層から見つかった化石が新種の恐竜だと分かったんですね。で、名前はですね、淡路島ゆかりの神話にちなんで、ヤマトサウルス、
イザナギヤマトサウルス、イザナギと名付けられたんですね。で、これはもう実は見つかったのは17年前なんですよね。で、17年前に見つかって、そこからですね、調査が続けられたんです。で、今回新種だということが分かったんですね。体長は7メートルから8メートル、重さは4トンから6トン。でかいですね。はい。これはですね、この研究の成果はイギリスの科学雑誌サイエンティフィックリポーツに掲載されているということです。これはすごいですね。はい。さあ続いて。Okay, new 3. CDC unveils a new mask guideline for the vaccinated Americans. The Central for Disease Control and Prevention, CDC, unrevealed update guidelines on Tuesday, detailing the activities that the vaccinated people can safely resume, including attending a small outdoor gathering without a need to wear a mask. The new interim public health recommendation detailed a variety of the situation in which individuals who have been fully vaccinated against the COVID-19 can forego wearing a mask, but urged to continue to use the face covering in most indoor settings and in crowded outdoor areas. これ、今日の朝のニュースでもお伝えしました。CDC 疾病対策センターは2回接種することになっているワクチンを2回とも接種するなど、アメリカで接種が完了した人が人口の 30% 近くに達したとして、27日、マスクの着用に関する新たな指針を発表しました。これまでは接種の有無にかかわらず、屋外でもマスクをつけて人との距離を取るべきだとしてきましたが、新たな指針では、ワクチン接種を完了した人は接種していない人を含む少人数の屋外の集まりや会食に参加する際はマスクをつける必要はないとしています。では、この後、人数ですね。はい。はい。Okay, coronavirus situation for the April 20th. So, California coronavirus case. They up now by 2,169, and so the total confirmed cases is now reached to 3,712,286. Death is rose to 61,188, up by 50 on Tuesday, and 45.6% of Californians are now at least partially vaccinated. Moving on to Japan coronavirus. Coronavirus cases reached to 571,040. Death is 10,004. Recovery 508,388. さあ、新規感染者数ですね。カリフォルニアは昨日だけで2169人増えて合わせて371万2286人。亡くなった方は50人増えて6万1180人です。45.6% のカリフォルニアの中でですね、46% の方がワクチンを接種したという数字が出ています。そして日本はですね、増えてますね。ケースがですね、感染者数が57万1040人。亡くなった方が1万人を超えてしまいましたね。1万4人となりました。このうち回復している方がですね、失礼しました。50万8388人という風になりました。以上、ニュースお伝えしました。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Reels Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。So stay tuned. What happened on today?Okay, what happened today for April 28th? Back in 1937, the first flight across the Pacific was operated by Pan Am. So first commercial flight across the Pacific operated by Pan Am until the airline collapsed in December 4th of 1991. The flight had departed from San Francisco to Hong Kong. これはですね、
すごい日ですよ。1937年なんですよね。もうそんな前に世界初となる太平洋横断のいわゆる商用フライトですね。趣味とか個人じゃなくて商用フライトをパンアメリカン航空が行ったんですね。パンナムなんて言われてましたけどね。パンナムは91年4月まで存続していました。その後どちらかに吸収されたんですよね。そうですかね。ちょっとわかんないですけど。そんな前にもう実は太平洋を横断していたんですね。はい、すごいことでございます。さあ、続いていきましょう。Okay, back in 2003, Apple launched the iTunes Store. So Apple launched the iTunes Store, the first widely successful legal music download service available only to Mac users. The store let US-based customers download the music they wanted just for 99 cents per song without a subscription fee. 2003年にiTunes のダウンロードサービスが始まったんですね。今日です。2003年の。当初は1曲99セントだったんですよね。今はもう1ドル99とか1ドル50いくらとか25とかね、99セントもありますしね。まあ、この前にもいくつかね、あったんですけどね。結構揉めましたよね。ナップスターなんて特に。そうですね、会社です。ナップスター。あれ、僕の中ではかなり、進んでるなとは思ったんですけど。俺が思ってました。だけど、やられちゃいましたね。あの時インターネットが早くなかったんで。そう。すごい時間かかりましたけどね。はい。さあ、続いていきましょう。Okay, back in 2013, Japan's All Nippon Airways successfully conducted its first test flight of the Boeing 787 aircraft since the battery problem grounded the plane earlier that year. 2013年だともっと前かと思ってたんですけど、ANA オール日本エアライン、エアウェイズがですね、ボーイング787ドリームライナーですね、のテストフライトを成功させたんですよね。あれはでも、中静かだし、で、乾燥しないように作られてるんですよね、肌が。そう。上でも、だいたい飛行機の中乾燥するんですけど、いわゆる、まあ、モイスチャーを保つっていうのがあって、っていうふうに、私はですね、JAL の人から聞きましたね。JAL も飛ばしてますからね。はい。いやー、787はいいですよ。大きいしね。ね。そうですよね。快適です。さあ、日本の方を見ていきましょうかね。これ、勝美さんだったらものすごいね、声を大にして言ってますね。今日はですね、サンフランシスコ平和条約発行記念日なんですよ。って絶対言ってます。はい、かなり重要です。サンフランシスコがですね。あとはですね、ドイツワインの日。戦車の日。あと、高級食パン文化月間。これ毎月毎月ですね。缶ジュース発売記念日。缶ジュースの前は何だったんだろう、瓶ジュース、ね、だったんですかね。紙じゃないよね、瓶です。瓶ですよね。ああ、そういう日だったんですね。はい。あさってでも言いそうだよね、勝美さんならって。万次丸さん書いてますけど、一昨日はですね、言うかもしれないですね。はい。さあ、誕生日行きましょうか。Okay, so the birthday for the April 28th, Jessica Alba, the movie actress. She was born in 1981 and she's celebrating her 40 years old today. ジェシカ・アルバさんがもう40歳になったんですね。まだまだもうお若い感じがしますけどね。ジェシカ・アルバさん。さあ、続いて。Okay, this is the TV host, Jay Leno, 1950. He's celebrating 71 years old today. はい、一度お会いしてみたい。私も顔は大きいですけど、どれぐらい顔の大きさが違うのか調べてみたい。ジェイレノさんですね。テレビね、TV ショーのホストとして長い間活躍してきました。ね、アメリカのタモさんなんていうふうに、言われてたんですけどね、タモリさんのような存在だな、ね。そうね。感じそうですよね。そう、感じそうですよね。はい。今はもう単なる車好きの、車が趣味のお父さんとして YouTube なんかでね、やってます。テレビでもね、車の番組やってますけどね。はい。そして、okay, this is Noriko Eguchi, Japanese film actress. She's famous for like Hanzawa Naoki or Dragon Sakura. She was born on 1980 and celebrating her 41 years old today.
そう、女優の江口のり子さんの誕生日でもあります。41歳を迎えられました。ね、半沢直樹では、環境大臣かなんかでね、はい、いい演技をされてましたけど、もう、ね、バイプレイヤーとしてはもう今や押しも押されぬという女優さんということになります。はい。はい。以上、今日は何の日でした。はい、じゃあ曲いきましょうか。Okay, let's play one of the San Francisco song by Journey. Don't Stop Believing. 食堂入るのが楽しみだったけど、今はなかなかそうはいかない。そうだね。はい。Okay, that was the greatest hit song from Journey. Don't Stop Believing. 毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたも、そうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオに Stay tuned。 Today we have a special guest who is a model and singer-songwriter. We would like to welcome Taon to LA Morning Part 2. How are you doing this morning? もしもし。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今、タオンさんは埼玉にいらっしゃるんですね。そうなんです。はい。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。Okay, the branding and background. So you major in jazz concept in university. So what made you start playing the flute? そう、タオンさんは大学でジャズを専攻されてて、フルートをやられてるんですよね。そうなんです。これどういう経緯でそのジャズの専攻だったりフルートっていうのを始められたんですか？まずそもそもフルートは小学校5年生の時に母に勧められて始めてみたんですけれども、その後もずっと大好きで続けまして、で大学を日芸に入学したんですが、でその時はクラシック音楽をずっと勉強していたんですけど、そうなんだ。その後にジャズに興味を持ち始めて、で大学院に入学した時に即興演奏を研究させていただきました。即興じゃあやっぱりもう完全にジャズにはそのまま直結してるわけだ。そうなんです。なので大学を卒業してからもずっとジャズフルートの演奏をしていたんですよね。そう、それはもちろん今でも続けていらっしゃると。そうですよね。はい。そういうことなんですね。サムさん、次の質問お願いします。Okay, so how many languages did you speak? I heard that you teach Korean in your YouTube. 私も見ましたよ、YouTube。タオンさん、韓国語講座をねされていますよね。はい、そうです。I can speak 3 languages: Korean, Japanese, and English。3カ国語トライリンガルってやつですよ。十分です。はい。日本語すごく流暢ですけど、日本語を喋り始めて何年ぐらいなんですか？日本語はまだ10年ちょっとなんですけれども。すごい。10年ちょっとっていう雰囲気じゃないですよね、これね。本当ですか？嬉しい。いやいや、本当。もともとは韓国。そうなんです。韓国生まれで、ティーネイジャーの時に、10代の時に両親と一緒に日本に渡りました。じゃあそれからですか、日本語は？そうなんです。それまでは基本韓国語と英語？そうなんです。全く日本語わからなかったので、最初全く喋れなかったので、とてもそんな風には思いません。聞こえないか。はい、聞こえないですよ。いやでもね、YouTuber としてもね、はい、韓国語講座。そうですね。今はもう YouTube チャンネルの登録者数がもう4000人は超えまして、で1週間に 3本から4本ぐらいは持ってるように頑張ってます。じゃあ後でTJS ラジオの、パートレモニングパート2の概要欄にリンクをね、貼りたいですね。貼らせてもらってもよろしいでしょうか？嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ皆さんにもね見ていただいて、はい。さあじゃあちょっと音楽の話いきましょうか、サムさん。そうですね。So I heard that you're going to compose over 60 songs by end of 2021? So how's it coming along?
今年の11月までに埼玉県の63市町村すべてのご当地ソングを制作なんですよね。そうなんです。これは埼玉県150周年という記念事業というかそういう感じなんですかね。そうなんです。今年で150周年になるんですね。はいはいはい。でそれで11月が県民の日があるじゃないでしょうか。そうかそうか。その日までに63市町村のすべての市町村の曲を全部作るということを知事に宣言させていただきましてちょっと待ってください。今4月も終わりじゃないですか、そろそろ。そうですね。どれぐらいいってるんですか今63分の。今52曲完成しています。じゃああと11じゃないですか。そうなんです。そうですね。最初は結構大丈夫かなって心配だったんですけど、やってて楽しくて、その市町村の皆さんにすごく喜んでもらっているので、もうすごくそれが、気持ちの力になりますね。だってプロフィールをね見させていただくと、シンガーソングライター、これはわかります。ゴトソン歌手って書いてあるんですよね。ゴトソン。これご当地ソング略してゴトソンなんですね。ガッツさん。そうなんです。英語で言うとすみません。ガッツさん。ガッツさん。ダットさんじゃなくてガッツさん。ガッツさん。シンガー。なんか神様の息子みたいじゃないですか。そうですね。ガットさん。ガッツさんシンガー。じゃあこれはなんとかいけそうですね。はい、絶対完成させます。はい。この辺もね、また11月ぐらいになったら一回確認の電話入れてみましょうか。そうしましょう。ぜひぜひ、はい、いつでも待ってます。わかりました。さあ、じゃあ続いてパフォーマンスの話聞きましょう。そうですね。So when did you start performing? まあこれはそのまんま。どうやってこう歌手活動、シンガーソングライター活動っていうのを始めたんですか？最初はジャズフルートでフルーティストとして活動していたんですが、メインは。でも2017年にタオンのフルアルバム、タオンという名前でフルアルバムをリリースすることが決まりまして、全国デビューさせていただきました。おー、すごい。それがきっかけで、で歌手としてフルーティストよりは歌手として活動がメインになりまして、東京と埼玉県がメインで活動していたんですけれども、やっぱり大阪とか関西の方ではなかなかそのライブがなかったんですが、ディープさんとマキコさんのサポートのおかげで、関西でもライブができるようになりました。そうですね。僕とあなたのつながり、ディープサドワインさんとそして藤井真紀子さんでしたよね。確か。そうかそうか。でもそういうねつながりで関西方面でも活動を始められているということですけど。そうなんです。やっぱりもちろんフルートはね、もうベースにあるわけですけど、歌うのも好きですか、やっぱり。大好きです。毎日歌っていたいです。まあでもいろんな活動をする中で、去年からねどうしてもコロナということで、コロナ禍で大変な環境になってるじゃないですか。そういう中でも活動は実際されてはいるんですもんね。そうですね。でも今やっぱライブハウスとかでのライブはちょっとやっぱ厳しいし、事務所的にも NG だったりするので。そりゃそうか。今はもう曲作り、これがメインですか？そうなんです。はい、ちょうどその時から今にかけてずっとこのご当地ソングを作る制作が始まっていますので、ある意味こもってスタジオにこもってずっと作詞作曲、制作活動に専念させていただいております。すごいちょっと個人的に今ふと知りたかったんですけど、作曲される時ってどの楽器で作曲されるんですか？ピアノですね。ピアノで。ピアノもされるんだ。なるほどね。そりゃそうですよね。フルートで作曲するのかと思ったらそんなわけないですよね。ピアノでね。ピアノです。じゃあ今はじゃあ新曲というのはもっぱらこのご当地ソング。そうなんです。全部もっぱらこちらになっておりますね。いいですね。じゃあちょっとこの後せっかくなのでご紹介させていただくとして、すいません、短い時間になってしまいましたが、最後に。そうですね。Yeah, have any message to the TJ's listener and your music introduction, please? メッセージと曲紹介をお願いいたします。はい、せっかくなので3カ国語で皆さんにメッセージを送っても大丈夫でしょうか？じゃあまずは英語からいきましょうか。Hey TJS listeners, this is singer-songwriter Taon. Thank you so much for tuning in and listening to my story.
I'm working to produce 63 local songs for the 63 municipalities of Saitama Prefecture by this November. 52 songs are already complete and only 11 are left to make. So please wish me luck on Facebook, Twitter, on Instagram. 発音綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗ですよね。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ続いてはどうしましょう。韓国語にしときますか。はいはいはい、わかりました。はい、お願いします。TJS 시청자 여러분, 싱어송라이터 타옹입니다. 오늘 제 이야기를 이렇게 라디오로 들어주셔서 정말 감사드리고요. 지금 사이타마현 63군데시 마을촌의 노래를 만드는 프로젝트를 하고 있는데요. 지금 벌써 59군데 만들었습니다. 마지막까지 열심히 할 수 있도록 응원 부탁드리겠습니다. 途中でプロジェクトっていう言葉が入ったことは分かりました。最後、日本語でお願いいたします。TJS リスナーの皆さん、シンガーソングライタータオンです。今回はタオンについてのラジオを聞いてくださりありがとうございました。タオンは今年の11月までに埼玉県63市町村のすべてのご当地ソングを制作しております。すでに52曲完成しておりまして、あと11曲になりましたが、最後まで皆様応援よろしくお願いいたします。もうかわいい。完璧すぎですよ。完璧。もう、こういうのをトライリンガルって言うんですね。ですね。完璧にです。ということですね。True trilingual。はい。さあということでね、短い時間でしたけど非常に楽しいお話伺うことができました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。では最後に一曲おかけしたいんですが、曲紹介をお願いいたします。はい。今回の曲は、埼玉県63市町村のご当地ソングの中で、今タオンがメインで、活動しております川越の新川越音頭という演歌を聴いていただきたいと思います。はい。この曲は今年2月28日に開局しました、FM ラジオ川越が提供しておりまして、私が歌わせていただいております。よろしくお願いいたします。はい。ということで今日のゲストはタオンさんでした。Thank you very much. ありがとうございました。はい、ありがとうございます。감사합니다。時の鐘
また来る川の絵音のユキ、COVID のワクチンが認可されたんだって。受けるつもりなの？調べてみたんだけど、国はワクチンが感染拡大の予防になるから許可したんだって。でも情報がありすぎて。そんな時は事実を確認しましょう。 cdc.gov/ コロナウイルスをよく読んで、私も安心したの。お母さんから教えてもらうことがまだたくさんあるね。その通り、私たちならできる。詳しい情報は cdc.gov/ コロナウイルスまで。アメリカ合衆国保健社会福祉省からのお知らせでした。Time for the sports news. Okay, TJ Sports News. Football, J-League to see compensation over the state emergency. So J-League will seek compensation from Japanese government for losses resulting from ongoing coronavirus state of emergency during the several stadiums will be closed to fans, Chairman Mitsutsu Murai said Tuesday. So in a press conference following the meeting of the league's board, Murai said the J-League would work with the government to limit the financial impact of the emergency measures. We'll resolve the compensation after recalculating the losses of the refund tickets and holding games without the spectators. Murai said the league will hold 11 games behind the closed doors in Tokyo, and part of Western Japan experienced a surge in infections during the state of emergency through the May 11th. The J-League was being coordinating coronavirus safety measures at the stadiums in conjunction with Nippon Professional Baseball, where there's no suspected outbreaks, matched Venice last season, during which 1,042 matches took place, with spectators in audience. Murai said he understood the government's position, but felt the experience of the last session showed a league of the capable of holding games safely. We have proven the spectators can be welcomed into stadiums safely. If I had communicated the position for conveniently to the public, it might have made a difference, he said. J リーグの村井チェアマンは27日、新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言発令により、無観客開催となることに伴う各種費用について、国に補償を求める方針を示しました。理事会後にオンラインで記者会見して、政府に働きかけていくチケットの払い戻しに関わる手数料や無観客に伴う、逸失利益を積算して要請していくと話しました。プロ野球と連携して感染対策を講じて去年はですね、観客を入れて1042試合を実施したんですね。会場での集団感染が疑われた例はなかったということなんです。政府の判断に理解を示しながらも宣言下での無観客開催には責任者として力のなさを感じる。お客様がスタジアムは危険ではないと証明してくれた。私にもっと社会に伝える力があれば変わったかもしれないと悔しさをにじませました。確かにね、これは無観客だよって言われただけだとなかなかね、難しいところがありますよね。はい、続いていきましょう。Okay, so sports 2. Okay, some of the Olympic officials to be tested for the virus on daily basis. Okay, Japanese organizers of the Tokyo Olympics have decided to require the officials from the overseas to be tested for a novel coronavirus daily if they will come into close contact with the athletes. Sources familiar with the plan said Tuesday, by conducting the frequency tested of officials, including from those International Olympic Committee and International Sports Federations, Japan government and the other organization body aim to detect
detect infections early and prevent the spread of the virus during the global sporting events. The new rules are expected to be included in the update version of the organizer COVID-19 guidelines known as playbooks. While the first edition of the guideline published in February stated that the officials would be tested regularly. Organizers in the latest versions specify the frequency of screening will depend on how much contact they will have with the athletes. All visiting officials will be tested daily for the first 3 days in Japan. After that, those who will come into some contact with athletes will be screened at least for the 4 days. While those who not will be taking tests every 7 days according to the sources. With the last 3 months until the opening the Olympics, the government and the organizers committee will emphasize that protecting the health of the participation and the Japanese people in those top priorities. Athletes and coaches will be tested every day, permanently and through the salivate-based tests during the Tokyo Games. Several officials said earlier. So government and organizers' body will also limit the means of the transportation used by tents and those visiting officials, as well as those who can dine during their stay in Japan, according to the sources. For the first 14 days of the time in Japan, visiting officials will take as not to eat the other games officials, and they can also cater the food venues, order from rooms, and eat at the restaurants in their hotels. Sources also said if they cannot get the food at the hotel venue, they will be allowed to go to buy meals provided they do not use the public transportation, source said. The IOC, now organizers, have already decided to hold this summer's games without spectators from the overseas as part of their efforts to ensure the public safety. 東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の橋本聖子会長は21日東京都内で記者会見をし、大会中の新型コロナウイルス感染対策として、参加選手に毎日のウイルス検査を実施する意向を明らかにしました。橋本会長は4月に方向性を示すとしていた大会時の観客数上限については、結論を6月まで先送りにする可能性を明言しています。大会組織委員会は21日、国際オリンピック委員会 IOC 理事会にオンラインで参加しまして、東京大会の準備状況について報告しました。国内で再び緊急事態宣言が発出される見通しであることに関し、もうされましたけどね、橋本会長は早めに対応していることを理解いただいたと、どちらにしても万全の体制でテストイベントやっていかないといけないというふうに語っています。以上、スポーツニュースをお送りしました。なんとか、そうなんですよ。ラジオの前のあなた聞いてくださいよ。アップデートがね、始まっていたパソコンが、今更立ち上がりました。こんなもんなんですよね。なんか今日は、こう、機械系に関する、ちょっとね、こうね、なんかこう、いろいろあるんですよ。そう、僕も1個あったんだよね。1個あった。そう、来るときに、車のタイヤプレッシャーがローっていう。はいはい。いろいろとなんですよ。そうなんですよね。で、来て、僕は途中までね、いろんなプリントアウトしていたら、パソコンのですね、トナーのゴミが溜まる、なんていうんですか、カートリッジ。それもエラーだ。それがね、いっぱいになったって言って、今って、これ、ああいうのも突然来るのやめてほしいですよね。このタイミングって感じでさ。買い行かなきゃなんないじゃんっていうね。いうのもありつつ、まあまあでも放送はね、なんとかできてきたわけですけど、熊さんから、はい。オープニングで、はい。日本語で言うコンプレックスと、はい。英語のコンプレックスの意味。この違いってあるよねっていう話をしましたよね。ありますね。はい。英語だとコンプレックスっていうと、どんな風に？日本語で複雑になってあります。複雑に。はい。でも、日本語だとさっき私が言ったように、ちょっとこう、引け目を感じる部分。そう。目がコンプレックスとか。そういう風に使う。全然違いますよね。ねえ、面白いですね。これはね、本当に違うなという風に思います。
でね、メリーちゃんがね、音質が悪くても声が聞こえてくれるだけで幸せですと。ありがとう。もうね、そんなことを言っていただいてね、ほんとメリーランドじゃなかったら会いに行っちゃうとこですけどね、メリーランドだから会いに行けないですけどね。そう、それは嬉しいなというふうに思いました。そしてですね、そうそう、月曜日でね、私が間違えて言っちゃったんですね。OC のランランさんからいただいたメール。鬼滅の刃。英語ね。映画。それ、英語だと、デーモンスレイヤー。セイヤー。はい、セイヤー。私、ドラゴンスレイヤーって言ってましたね。ドラゴンではありません。デーモンスレイヤーですね。ディーマンね。そうそうそう。これね、スレイヤーってでも結構怖い言葉ですよね。ですね。うん。スレイヤーって本当まあちょっと、殺人みたいな。殺人者みたいな。者みたいなね、怖い意味ですよね。はい。見た方がいたらですね、どこで見ましたかぜひ教えてください。はい。はい。そしてね、どこだっけな、発音に関するね、E メールがね、届いていたんですよ。先ほど、そう、声だけ聞けるだけでも嬉しいですって言ってくださったメリーちゃん。はい。ね。昨日、一昨日か、打ち合わせの時にちょっと話をしていたんですけど、はい。そうです。例えば、会話。Lina is ready. Lina is ready. I'm coming. なんて会話がありますけど。come ね。ね。はい。ここで going は使わないでしょ、サムさん。使わない。ね。私も今となっては、反復練習のおかげで、coming と即答できますが、なぜ going じゃないのか、と聞かれたらどうしますって。そうね。going じゃなくて、なんで going、I'm coming。そう、I'll come to the dinner right now とかね。行きますよとか。でも going じゃないんだよね。going じゃないんですよね。そう。なぜ going じゃないんでしょうか、これ。日本語だとね、going 行くじゃないですか。そう。come って来るじゃないですか。でも違うやり方だとね、who's coming to our house とか、who comes to our house とかいう言い方で、それもちょっと似た感じで、で、come here って言ったらこっちへ来いでしょ。そう、come here はこっちへ来いじゃないですか。で、じゃあ、come here って言われて、じゃあ、行くよっていう時は英語でなんて答えます？ I'll be there で言っちゃう。そうか、I'll be there でいいのか。I'll be there、そうか。それかね、I'll be coming home for the weekend。そこは coming なんですよね。そう、coming 不思議ですよね。確かに come は来る。あなたが来る。私がそこに来るっていう意味ですよね。そうだ。それはその場所とかそのものというか。そう。これ確かにね、不思議だなって思いましたよね。あとね、発言で、come on, 新海さんとかいう感じで、come on っていう言い方、ありますよね。それもまた違う使い方。come on は、じゃあ日本語にするとどういう風になります？カモン新海さんカモンまあこっち来いって言ったらちょっとやばいけど、こっち来てっていう感じでしょ。でもそのほら、こっちへ来てだけじゃなくて、なんかほら、ちょっとこう、勢いをつける言い方で言うじゃないですか。カモンって。そう、なんやーって感じ。なんやーって意味ですよね。そう。もうだからその、COME のカムは使い方がありすぎて困っちゃいます。そうですね。その時の場合に違いますね。ですよね。He must come to see me とかね。いろんなパターンがありますからね。はい。なので、まあでも、反復練習のおかげで、今となってはね、カミング即答できるようになったということで、ね。はい。よろしいでしょうか。ということで、よろしいでしょうか。メリーちゃん、ありがとうございました。そしてね、OC のランランさんの質問に対して、どこで見ますっていう、デーモンスレイヤー、鬼滅の刃。ニューヨークさんが、今日、これから、バーバンクの AMC で、日本語版を見てきますと。だから字幕なんだ。そう、英語字幕。3つあるんですよね。英語字幕と、英語吹き替え。と、あと 4D があるんですよね。4D はだから多分英語版なのかわかんないですけど。メガネかけて、多分なんか空気がファーって出たりするやつでしょ。すごいね。それすごいですよね。はい。まんじまるさん、放送では言いません。つまんないんで。はい。ということで、そう。
リクエストは最後か。そうですね。うん。ということで、まだね、来週までにまた何かこう、そうですねこれってどうなのっていうね、はい、ことがありましたら、ぜひ、そうですね。お送りください。はいはい。あれなんですか、末永徹さんが質問で、come on you は、let's go の意味になりますかって。どうだろう。come on you っていう言葉使いますか？使わない。それは使わないですよね、英語ではね。come on Jim とか come on hey とかなっちゃうかもしれないけど、you っていうのはない。どうだろう。聞いたことないですよね。ねcome on 誰々っていうのは言いますけどね。そうね。多分叱るときに使う言葉がどっかに出るかもしれない。レッツゴーにはならないんですよね。ならないんだよね。レッツゴーはレッツゴーですよね。レッツゴーはレッツゴーの違うことで、はい。これはだからそれみんなで行きましょうでしょ。come on っていうことは、何言ってんだよって感じの意味で入るんで。そうですよね。はい。ということで、言わないということになりました。レッツゴーはレッツゴーで行きましょう。トールさん。ありがとう。はい。まあ、軽くね、ぼそっと言ってましたけどね。はい。では、エンディングに行きましょうか。そうですね。じゃあ、ジングル挟んでいきます。はい、どうも。Okay, how did you enjoy so far the Wednesday's LA Morning Part 2? It's coming closer to the end of our 40th broadcast on April 28th. So we're open to any topic suggestion coming from you to talk about them in this program. So please send your messages using our request form from our website, or you can email us to radio@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send them your messages from your YouTube channel using the live chat function. So please search us by the keywords TJS space radio during our live show. And also, don't forget to watch our studio live cam from our website at www.tjsla.com. So let's see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. さあ、お別れの時間が近づいてきました。ぜひですね、E メールの方は、radio@tjsla.com、radio@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからお送りください。英語に関する質問お待ちしております。そう、私、熊さんのメールを読み始めて途中で終わったんですよね。熊さんすいません。すいません。はい。コンプレックスね、精神分析で様々な、感情複合、現実の、意識に反する、インフェリオリティコンプレックスの略。それを日本語では、そうか、そういうことか。劣等感ね。それをただコンプレックスと言ってるだけ。ああ、インコンじゃないんですね。日本語すぐ訳すから。すぐね、ちっちゃくしちゃう、ね。そうそう。いや、熊さんありがとうございます。ありがとうございます。いや、これは確かに今すごいスッキリしました。ね、勉強になりました。なるほどね。はい。ということでですね、お別れの時間となりました。今日はですね、先ほど OC のランランさんが、元気が出る曲をお願いしますというふうにいただいたので、ミーシャの、そこにある曲は何でしたっけ？ Color of Life。はい。Color of Life。こちらを聴きながらお別れです。はい。ということで、お相手は私、新海ケーキと、Sam Vandenberg。See ya! 英語の、イギリスのサッカーサポーターのスラングなんだって、カモンニューって。カモンニュー。うん。へえ。そういうのあるんだ。そっか、ナッシュビルは2時間先だからランチ終了したのか。そうだね、もう11時だ。映画館はワクチン接種しないと入れないんですか？知ってる方？私、デーモンスレイヤー見たんですけど、ワクチンなしでも全然普通でしたよ。
ボブさん、なしでもいけたそうですよ。でもマスクは必要でしょ？マスクはずっとつけっぱです。マスクはつけっぱですよね。金曜日にほとんどの映画館開くっていう。そうなんだ。リーガルはそうだったし。医療シーンを見せてんだよ。かもいうガイズはよく使いますよね。確かにね。だから何言ってんだよって言って、いう言い方になるから。ってことですよね。万島さん、社長の左の方はどちら様でしょうか？見えてんの？見えて声だけでしょ、多分。僕が左向いて話してるからでしょ。この部屋広いからね。誰もいないけど。ほら、みたいな。手だけでもここまでギリギリ映らない。そうそうそう。大丈夫、ちょっと窓開いてるから。もう気になって酒も飲めない。なんでここかな。僕には見える。そうか、見えるのか。見えてないよね。聞こえてるだけだよね。でも出入りしただけで。あ、そうね。そうか、そうか。じゃあ、なんで買うかな。コリン。懐かしい。コリン製から。おかっぱって言い方しないだろう、普通。すごい、ちゃんと皆さん見てはるんですね。ねえ。バッドニュースだった。ボブって懐かしいな。片手にボブ。髪の毛のボブ。髪の毛のボブ。ボブではボブカットといえば。あ、ボブキャットね。ああ、なるほど。片手にボブはあれはね、終わりました。はい、ということで。はい。はい。ありがとうございました。これね。皆さんありがとうございます。1時間遅れましたが。はい。本当ありがとうございました。ねえ。寝れないでしょちこさん。そのうちね、徐々にきっと分かってくると思いますよ。はい。いや、普通に、見学でね、今日入っていただいてる方がいるだけでございますよ。はい。はい。ですよ。ということで、よいしょ。はい、ありがとうございました。大丈夫ですか。はい。はい。ありがとうございました。皆様、こんにちは。シンガーソングライター、タオンです。タオンは、ご当地ソング歌手として2020年1月、埼玉県庁に伺った際に、大野元弘知事からご提案いただいた埼玉県内の全63市町村のご当地ソング制作を今年11月までに完成させることを実現させるために取り組んでおります。今現在40曲が完成してあと23曲頑張ってやっていきたいと思っております。応援よろしくお願いいたします。今回皆様に聴いていただく曲はタオンのファーストアルバムとそしてセカンドアルバムにも収録されておりますオリジナル曲 I Can't Stop the Feeling という曲でございます。ではお聴きください。人は誰でも愛したいとそんなにすぐに忘れられるの。君に出会えて初めて恋
りをして君のことが本気で好きになる会いたくてせめて声が聞きたくて切なくて用もない笑顔して恋しくて胸がギュッとブレイクダウン言いたくて I fall in love with you oh baby I can't stop the feeling ずっとそばにいてほしい眠れない夜寂しくてきっといつの日か分かってくれるよねこの想い届きますように君がそばにいることだけで心が温かくなる一つの願いは一つの想いは君のその笑顔いつまでも見たい